空が青いなあ。はい、おはようございます。今日はですね、5月の14日水曜日、はい、ということで、今日もですね、ソーラーパネルの、発電プロジェクトということで、いよいよですね、こちら、ハイブリッドインバーターとバッテリーを、接続していきたいなと思います。ということでね、今日はですね、これ系統図こちらを作ってるんですけれども、はい、いよいよここのインバーターの部分ですね、はい、ここのソーラー部分は一応終わりましたんでインバーター周りのこのブレーカー、バッテリーからのブレーカーの系統、それと PV からのこのブレーカーの配線、そして、グリッド、分電盤からのですね AC インと AC アウト、はい、こちらをつけていきたいと思います。それとね、ここのソーラーパネルの並列接続の部分に、逆流防止ダイオード、はい、こちらをね、もつけていきたいと思います。ということで、今日で、最後動けばいいなという感じなんですが、はい、頑張ってやっていきたいと思います。ということで、本日は以上となります。本日は以上でね、本日もよろしくお願いいたしますということで、ゲッツ。 This program is brought to you by Read Time and Welcome。 よいしょ。よいしょ。はい、こっちがね、並列つなぎの部分なので、こちらに逆流防止ダイオードをつけていきます。よいしょ。よいしょ。よし、OK。
とりあえずまずバッテリーからの配線をやりたいと思います。でここにブレーカーつけて、見えるかな、はい、ここがねバッテリーの端子なので、よいしょ、長さをだいたい決めて、はい、どうしたの花ちゃん。よいしょ、よいしょ、よいしょ、きれんよいしょ。そしてこちらにはこう入れて、そしてバッテリー側はこれでやります。ケーブルがですね、KIV14 スケアの、単身ですね。はい、電流値、流す電流値によって、ケーブルの太さが変わってきます。はい。よいしょ。はい、こちら側がブレーカーにつながりまして、そしてこちら側がインバーターのですね、インバーターのつくので、付属の、丸端子、はい、こちらを圧着していきたいと思います。はい、じゃあね、こちらバッテリーインバーター側つけていきたいと思います。取れてるんですかね、取れてないんですかね。
はい、それではね、バッテリー側、バッテリーのブレーカーからバッテリー側を、取り付けていきたいんですが、インバーター側はこのケーブル丸端子がついてたんですけど、バッテリー側はどうやら、ちょっとごめんなさい、今確認できないんですけど、ないようなので、こちらでつけていきたいと思います。よし、これでね、丸太圧着 OK ということ。今ね、はい、農家のおっちゃんが来てくれて、ちょっと怒られました。はい、それがですね、まあ怒られたって言ってもね、大したことじゃないんですけども、こちらブロッコリーでございます。はい、急に成長してきて、これ花がね咲いちゃったんで、もう収穫時期遅せよ、もう収穫しろよっていう感じでね、はいと言われて、ちょっと収穫時期がわからなかったので、今ねちょっと収穫しちゃいたいと思います。ということで、ちょん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 と、こんな感じでね、うわ見てください、これこのでかいブロッコリー収穫できました。で、なんかまだこの辺をまだ収穫できるらしいので、ちょっと放置したいと思います。じゃん。はい、じゃあね、バッテリーのケーブル出来上がりましたので、こちらをよいしょ、まずですね、はい、よいしょ、ブレーカーの方に入れていきたいと思います。バッテリーの方を接続したいと思います。よいしょ。まだね、ブレーカー切れてますので、はい、ブレーカー切れてるのを確認して、取り付けしていきたいと思います。これね、たかだかバッテリーだろうと思っている方もいらっしゃると思うんですけど、結構怖いですよこれ。バッテリーは直つなぎ、ブレーカーなしで直つなぎをするとですね、はい、放電してアーク出る可能性もあるんで、ビリビリってきますからね。はい、よいしょ、ちょっとね気をつけてください。はい、ではね、次、PV、ソーラーパネルから来てるケーブルをつなぎたいと思います。
はい、そしたらですね、PV ケーブル、ブレーカーから、インバーター側、はい、こちらに、接続するための、端子がついて、付属でついてますんでね、はい、こちらを発着していきたいと思います。まず絶縁収縮テープ、収縮スリーブを入れて、はい、そして端子、棒端子ですね、棒端子を発着してですね、よいしょ、はい、これで、はい、それではね、PV ケーブル、ブレーカーから、インバーター側、はい、取り付けていきたいと思います。こっち。はい、これで PV ケーブル、インバーター側接続しまして、はい、でこれ開きがついて、これがブレーカーと PV のブレーカーとなります。はい、それではね、PV から来てるケーブルをブレーカーに挿します。はい、それではね、インバーター側、AC インと AC アウト、これを接続していきたいと思います。This program is brought to you by Read Time and Requiem。はい、それでは、AC まずアウトからですね、はい、つないでいきたいと思います。ちなみにね、このケーブルは、VVF のニスケの三振となっております。AC インの方をつないでいきたいと思います。
接続完了いたしました。はい、それではね、接続が全部終わりましたんで、まずチェックしていきたいと思います。まずバッテリープラスマイナス、はい、しっかりついているか。そして、ブレーカーに入りまして、今はオフの状況で、はい、そしてこちらの端子バッテリーですね。はい、つながってますと。 OK。 そして PV の方がこちらから来てブレーカーに入ってオフな状態で、上に来てこっちがプラスですね。はい、でプラスに入っていると。そしてマイナス側でこっちのマイナスに入っていると。ちょっと緩いのがちょっと気になりますけどね。そしてマイナス側に入っていると。まあ OK かな。そして、AC アウトが、分電盤の方の太陽光発電ブレーカーにつながったと。で AC の方が、6番の回路に入ったということでございますね。はい。さあ、とりあえずこれで電源投入してみたいと思います。はい、それでは、すべて接続が終わりましたので、こちらリタイムさんのインバーターのマニュアルからですね、まずすべての接続を終えたら電源を入れると。すべての接続が終了したらすべての接続が閉まっていることを確認し、以下の順序でシステム内のスイッチまたはサーキットブレーカーをオンにしますということで、まずバッテリーブレーカー、はい、こちらを入れていきたいと思います。一応ね、ビビリなもんですから電圧を当たります。52.8 ボルト、はい、来てないのでここでブレーカー入れます。まずね、はい、入れました。はい、ブレーカー入れて、はい、そしたらね、早速インバーターの方が、はい、動き出しましたね。そして、オールインワンサインキットブレーカー 本体ね、こちらの電源を入れます。これも入ってるんですかね。下にオン。はい、電源入れました。そして、PV のブレーカー入れます。入れます。はい、入れました。はい、導通確認 OK。 そしてPV 入れて AC 入力のブレーカーを入れます。よいしょ。まず AC 入力のこちらは0ボルト。はい。じゃあ AC 入力こちらです。入れていきます。はい、100ボルト入りました。そして AC 出力ボルト
ラインとニュートラ、はい、出てますので、こちらね AC アウトのブレーカーを入れていきます。はい、ブレーカー入りました。AC 負荷、そしてOK ですね。電気はどうやら来ているようですので、まあとりあえず大丈夫ということで、この設定ですね。今、ソーラーパネルからインバーター来て、所要電源、これどういうことなんだろうね。充電中だからかな。バイパスって書いてありますね。所要電源からバイパスして負荷に行ってるってことなんですかね。ちょっと説明書を見てみます。はい、とりあえずね、立ち上げしたんですけども、ここねエラーコードが出てて58というのが出ているので、58を調べるとですね、こちらですね、低容量アラームバッテリー BMS と通信ということで、はい、アラームが発生しているらしいので、こちらをですね、まず、設定、このね、設定32を、通信を行わない設定に変えると、戻るということなので、ちょっと見てみたいと思います。32が今485になってるんでね、はい、SLA に変更します。はい、そうするとエラーがね、はい、消えました。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、やっと、はい、ソーラーパネルと、インバーターとバッテリーをつなぐことができました。はい、とりあえずね、工事は終わったんですが、今ちょっと設定をね、いろいろしたんですけども、これが果たしてソーラーが効いてるのかどうかがちょっとよくわからないのでございましてですね、はい、ちょっとですね、バッテリー充電、ソーラーからのね、充電を待って、そしてですね、商用電源と、ハイブリッドできてるのかどうか、はい、ちょっと様子見たいと思います。はい、とりあえずね、エラーが出てないので、はい、エラーあったのがちょっと何個あったんですけど、それはあと説明しますけども、はい、ということで、とりあえずちょっと様子見たいと思います。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人傑